こんにちは、てなです。久しぶりの投稿になりました。今日はあいにくの曇天なので、基本的にお家の中で過ごそうかと思います。今日はユニホッペいちごを買いました。これを使っておうちカフェを作っていきたいと思います。いちごを洗います。結構大きくて立派ないちごです。パンを切ります。今日はサンドイッチを作りたいと思います。1枚ずつ切っていきます。パンの縁を切り落としていきます。ちょっと前にこのパンを切る用の包丁を買いました。普通の包丁よりも切りやすくて買ってよかったなって思います。パンが潰れないように優しく切ります。パンの耳、パンが切れました。今日はあいにくのお天気でキッチンがちょっと日差しが入らないので、ろうそくをつけてキャンドルで明かりを灯そうかなと思います。明かりがついたんですけど、まだろうそくの火がちっちゃすぎますね。こんな感じでまだ小さい炎が。今日のフルーツサンドはいちごとキウイを使ったフルーツサンドです。このいちごの形でわかるかもしれないんですけど、チューリップサンドを作っています。なのでこのキウイでは葉っぱの部分と茎の部分を作っていきたいと思います。葉っぱの部分についている種はちょっとこうやってこすって取ってあげる方が綺麗になると書いてありました。こんな感じでキウイの葉っぱと茎が完成しました。残りの四角くなっているキウイもサンドイッチに挟んでいくのでカットしていきます。次はラップを敷いてパンにフルーツを挟んでいきます。いちごのこのギザギザ部分には生クリームをのせるのが難しいので、最初に絞って間を埋めておきます。次に葉っぱの部分たちを抜いていきます。真ん中ら辺に茎が来るようにしたいと思います。こんな感じで葉っぱ、茎、葉っぱ、生クリームを挟みながらサンドイッチを作ってます。残ったこのキウイも入れることでボリューミーなサンドイッチになったかなと思います。仕上げに生クリームも追加して、冷やすのを待ってる間にいちごミルクを作りたいと思います。たくさんいちごが余ってるので使っていきたいと思います。こんな感じで潰していきます。もしかしたらこういうヘタの部分はちょっと取った方が良かったかもしれないです。ひたすら潰してジャムみたいな感じにしていきます。ちなみにこのいちごの容器はフライングタイガーで購入しました。可愛くてお気に入りです。最後に余ったいちごとシミチョココーンホワイトをトッピングしていちごミルクの完成です。サンドイッチを取り出してきました。果たしてうまくいってるのでしょうか。運命の瞬間、じゃじゃーん。結構初めてにしては上出来じゃないでしょうか。ちゃんとチューリップに見えます。大満足の出来上がりです。美味しそう。いただきます。やっぱり自分で作ると美味しいですね。今日はこの後スイッチ2を買いに行きたいと思ってて、買うか結構迷ってたんですけど、スイッチ2限定のポコアポケモンをやってるのを見て、もう楽しそうすぎてついに買う決心を決めました。スイッチ2を買って帰ってきました。ということで、ついに我が家にスイッチ2が来ました。
どうしてもポカーポケモンがやりたくてスイッチ2を買いました。早速開封していきたいと思います。ワクワクすぎる。この重厚感たまらないですね。わー、ついに私の家にスイッチが。実は今持っているスイッチは自分で買ったものではないので、こういう感じで開封するっていう体験はしてなかったので、もうめちゃくちゃワクワクしてます。これこっちか。せーの。うわー、でかい。画面がでかい。見てください。こんなに画面がでかくて、今のスイッチと比べてみるとどれくらいなんだろう。一応ガラス用のフィルムも買ったのでつけていきたいと思います。こんな感じで。わー、すごいキラキラ。でかい。でかすぎる画面が。あ、デフォルトでこれがついてるんですね。危うく買うところでした。このジョイコン2つをこの右と左につけてテレビにつないだ時にジョイコンとして使える。これが充電する時用のドック。スイッチ2って書いてある。嬉しい嬉しいです。とってもすごい。これじゃあ早速つけてみようかな。わ、これそっか、前までは上からスライドして差し込む式だったんですけど、今回はこういう感じで、あ、すごい。これどうやったの？どうやって取るんだろう。なんか吸い込まれてくっついちゃったんですけど、説明書を、あ、取れた。この横のボタンを押すと取れるようになるみたいですね。説明書を読むのをめんどくさがっちゃう癖があって全然読んでないんですけど、こんな感じで右側も、大きい。散らかってしまったので片付けたいと思います。早速なんですけど、保護フィルムをつけていこうかなと思います。 YouTube 始めたくらいの時に iPad を購入した動画があるんですけど、その時もめちゃくちゃ集中してやったんですけど、気泡が入ってしまうっていう失態を犯してしまったので、もっと丁寧に慎重にやりたいと思います。おなじみのクリーン、なんだ名前が思いつかない。スイッチ2を取り出してアルコールウェットシートで画面の汚れを拭きます。なんかすごくデジャブ夏を思い出しますね。 iPad を購入した日のことを思い出します。ビリビリよし、ピカピカになった。粘着面に触れないように注意しながら、ついに中身の出番。ブルーライトカットって書いてあったので目に優しいかなと思って選びました。中央に指でそっと触れる。ほい。実はさっき Amazon でこの本体につけるケースを買ったので、明日届いたらつけようかなと思います。今のスイッチの大きさと比べるとこんぐらいの大きさの違いがあります。すごく大きくて使いやすそうな感じがあります。あとは楽しみにしてるのは、画質がもうめちゃくちゃ良くなったってことで、動物の森もすごいクリアな画質になったって聞いてるので、それを確認するのがすごく楽しみです。ホコリがあるところを中心に拭いていきたいと思います。ここに置いてあるのは飲みの市で買ったカップソーサーなんですけど、まだ開封していないっていうので、ちょっといいお茶が見つかったら開封しようかなって結構取っといちゃう癖があるんですけど、取っとかないで開ければいいのについなんか万全に準備ができるまで手をつけないっていう癖があって、お掃除が大体終わったところでお昼ご飯にしようかなと思います。今日はもういくつかの余り物で作ろうと思います。ある
生と豚肉、卵があるので、それで作っていきたいと思います。まずトマトをくし切りにしていきます。キッチンで作業するときはこのフライパンの元なりのスペースでやるか、後ろのカップボードが置いてある棚でやるかの2択なんですけど、今はカップボードに物がたくさん置いてあるのでこっちでやってます。やっぱりキッチンのスペースはキッチンボードとかスペースが広ければ広いほど作業がしやすいので、ローヤのキッチン棚を買ってよかったなとめちゃくちゃ思います。今日午後にルームツアーを動画に撮ろうかなと思って、それはまた別動画で出すんですけど、ぜひ気になる方は見てみてください。トマト切り終わったら玉ねぎを切ります。私は玉ねぎはしなしな派なんですけども、皆さんはシャキシャキですか？ここじゃちょっと足りなそうなのでもう一個。野菜が炒まってきたところでお肉を入れます。グツグツ煮立ってきたところでめんつゆを入れました。玄米ご飯の上に乗せて胡椒をかけたら完成です。私は大の胡椒好きなので結構いろんな料理に胡椒をかけがちっていうところがあります。こんな感じで完成しました。いただきます。トマトの酸味がさっぱりしてるのと卵がプリプリですごく美味しいです。グラタンベイズ。お皿洗いも終わったということでお散歩に行こうかなと思います。今日はすごく天気がいいので一日中お家にいるのはちょっともったいないかなってことで、ちょっと散歩に行ってきます。まだつぼみで花が咲いてるのは少しだけなんですけど、2本桜の木を買いました。この桜が咲くのがすごい楽しみです。ピンクと薄ピンクのスイートピーも買いました。このお花たちが千と千尋の神隠しに出てくる千尋が引っ越ししてしまった時にリサちゃんからもらうお花にすごく似てて可愛いなと思ったので買いました。この色の組み合わせが春っぽくてとっても好きです。お花を部屋に飾ってみました。桜はまだ咲いてないんですけど、スイートピーの華やかさがとっても春らしくてお気に入りになりました。動画を撮ってるこの距離でも結構いい匂いなのが鼻に伝わってきます。今無印良品週間で全品 10% オフがやってるので、ちゃっかり無印良品で買い物もしてきちゃいました。結構たくさん1万円いかないくらいの量を買いました。まず1つ目がウォールナット素材の棚、壁掛け棚です。壁に取り付けられる棚を買いました。あとはこの小物収納ボックス3段を買いました。これは新しく買った棚に細いエリアがあってそこに入るかなと思って全然サイズ測らないで買ったので、もしかしたら入らないかもしれないんですけど、そこはもう運任せっていうところで買いました。あとはお香立てとお香の受け皿を買いました。地味にお香を持ってたんですけど、お香を立てるやつは持ってなくて火をつけられないっていうので何ヶ月も使ってないお香があったので、今回の無印良品週間を機にお香立てを買いました。これです。お菓子シリーズ抹茶バーム。これ抹茶バーム本当に美味しくて、この桜の
やつは食べたことないんですけど、せっかく春なのでと思って買いました。あとは不動の綿菓子はもう大好きなので、無印で買うってなったら絶対に買うようにしてます。で、最後にふんわり桜ラテと桜と白桃のなんか粉、ドリンクになるような粉が売ってました。なんかこっちはラテだからイメージがつきやすいんですけど、こっちの白桃の方はなんか炭酸やお酒で割っても楽しめますって書いてたので、結構爽やかめなんじゃないかなと思って、桃も大好きなのでちょっと買ってみました。季節限定に弱いので、せっかくなので買ってみました。ちなみにこのでっかい袋なんですけど、無印で買ったやつで150円のやつで、これをまた全国の無印店舗で返却すると150円払った金額がキャッシュバックされるっていうので、実質無料。無印で買ったふんわり桜ラテを飲んでみたいと思います。ホットの場合はティースプーン5杯分を入れてお湯 140ml。 なるほど、ティースプーン5杯分。一気に真っ白だった粉がピンクになってほんのり色づいてすごく美味しそうです。お湯で作ったので爽やかな感じで、ほんのり桜が香るっていう感じでした。少し杏仁豆腐っぽいというか、牛乳で作ってみたらもうちょっとまろやかになって、お店で出てくるようなカフェラテのような味になるんじゃないかなと思ったので、次飲む時はホットミルクでやってみたいと思います。ここは私のお家のカフェスペースです。このブレッドケースは3コインズで買いました。300円ではなかったんですけど、でこの中にこういう感じでラテとかお茶、ココアとかを入れているので、今回もこの桜の白桃のやつとふんわり桜ラテはこの中にしまおうかなと思います。先ほど紹介してたのはこの隙間に入れたかったんですけど、なんとやっぱり測らなかったのでギリギリ入らずというところで、このカフェスペースのカフェボックスの下に置くことにしました。一旦はここに収納ボックスとして物を入れていきたいと思います。意外といい感じで、この横側に変更することでこういう感じで開けるので、仕切りに分かれてるので、この中にカフェのグッズとかを入れたりしたいなと